か。皆さんこんにちは。안녕하세요。風花です。さて今年の1曲目はキンボムスさんの最後の愛、クッサランという曲をカバーします。キンボムスさんの曲はこれまでに過ぎ去る、会いたい、愛の始まりは告白からという3曲をカバーしておりますので、今回で4曲目ですね。この曲もボムスさんの代表曲で大事に大事に聴いてきた一曲でございます。多分ねもう1000回ぐらい聴いてんじゃないかなと思うぐらい好きな曲なんですよ。で歌いたいけど中途半端には歌いたくないというか、思い入れがあるからこそ丁寧にやりたいなと思っていた一曲でございます。最近は韓国語を韓国語のまま理解できることが多くなってきたんですね。これはねおそらくトピックでの速読トレーニングのおかげだと思うんですよ。トピックってすごくたくさん読む課題があって聞く課題があるので、なんかねいちいち日本語に変換してたら追いつかないんですよね。でも韓国語を韓国の語のまんま聞いて理解するっていう癖がついてきたんですけれども、そうなるとね歌詞の感情表現がよりダイレクトに自分に響いてくる感じがあって、練習の時点で歌いながら感情移入して泣いてしまって歌の練習にならないっていう事案が時々発生するんですよ。後で歌詞紹介をしますけれども、この曲も B メロで鼻が詰まるほど泣いてしまったことがあって練習を諦めた日があった曲でございました。この曲はキンボムスさんの第7週アルバムソリスタに収録されている曲なんですが、この第7週アルバムはパート1、パート2と2枚あって、パート1が2010年の発表、パート2は翌年の2011年に発表されております。それぞれ7曲ずつ収録されていて、ミニアルバムを2年連続で出してまとめて第7週というふうに定義している感じですね。この番組の一番最初にカバーした曲がキンボムスさんの過ぎ去るチナカンダという曲でしたが、このチナカンダはアルバムソリスタの両方に収録されています。まずパート1が通常バージョンで、パート2の方にはピアノバージョンが収録されているんですね。そして今回カバーする曲最後の愛、クッサランはですね、第7週アルバムソリスタのパート2のタイトルトラックになっております。2011年の発表なのでリアルタイムに聴いてた曲で、スマホで音楽が買えるようになった頃に1曲ずつ買ってダウンロードしていた時の思い出の曲ですね。でももう12年前の曲っていうことがちょっと今信じられなかったんですけれどもこの曲も本当にボムスさんの代表曲で、コンサートでも歌ってくださってね、感激しながら聴いた曲でございました。ボムスさんは2020年からボムスの世界という YouTube チャンネルを開設されていて、チャンネルの中でいろいろな企画をされているんですが、その一つにインセンチャッチというコーナーがあります。ゲストを招いてトークをしたり、お互いの歌をカバーし合ったりする企画なんですね。インセンチャッチは直訳すると人生茶屋、お茶の店みたいな感じですね。人生茶屋っていう意味になるんですけれども、韓国ではすごく好きなものに出会った時に人生というのをつけるんですよね。人生ドラマとか人生曲って言ったりするんですね。これは一生心に残るぐらい好きなドラマとか、一生聴き続けるぐらい好きな曲っていうニュアンスで人生というふうにつけるんですよ。なのでおそらくこの人生茶屋っていうのも最高のカフェ茶屋っていう意味合いと、あとは韓国のテレビに人生酒場っていうトーク番組があるので、それもかけてこの人生茶屋っていうタイトルにしてるのかなというふうに想像するんですけれども、ゲストの歌手と一緒にお互いの歌をカバーし合ったりトークをするっていう企画があるんですね。で最近は韓国女性4大ボーカリストのグミさんが出演されていて、これもなかなかの神回だったんですけれども、
この最新回のゲストがメロマンスさんなんですよね。で先週レモンさんからいただいたメッセージの中にメロマンスさんの話題がありましたが、このメロマンスさんというのはピアノ担当のチョン・ドンファンさんとボーカルのキム・ミンソクさんのお二人のユニットで2015年デビューの若手グループなんですね。でボムスさんとのトークの中でお互いの好きな曲をあげるというコーナーがあったんですが、メロマンスのボーカルのキム・ミンソクさんが最も好きな曲としてあげていらっしゃったのが今回私がカバーする曲最後の愛だったんですよ。でそしてこの曲をなんとメロマンスのお二人でカバーしている歌唱動画がね出ているんですよね。でこれが本当に素晴らしいのでぜひご覧になっていただきたいです。概要欄にリンクを貼っておきますね。ボムスさんとはまた一味違った切なさがあるんですよね。でキム・ミンソクさんが結構ね涼しげに歌う方なんですよ。高音を出す時でも顔が全然歪まないんですよね。なんかクールな表情でだけどすごい情緒的な歌を歌われるっていうのが印象的です。で一方のキム・ボムスさんはすごく顔に出るタイプっていうか顔の筋肉も使って声をコントロールする方なので両者で一番顔が違うかもしれないですね。でまたメロマンスさんの曲をボムスさんがカバーしているっていう動画もあるんですが、これもまたね本当に完全にキム・ボムスさんの歌になってしまっているというかもうボムスワールド全開ですので、ぜひこのボムスさんの YouTube チャンネルもなかなか面白くておすすめでございます。では続いて今日カバーする曲最後の愛の歌詞紹介に入っていきます。歌詞の内容はね、結構典型的な失恋ソングの内容になっていますね。まず出だしの部分、내가 이렇게 아픈데 그댄 어떨까요? 僕がこんなに辛いのに君はどうかな? 원래 떠나는 사람이 더 힘든 법인데 もともと去る人がもっと辛いものだけどという意味ですね。最初別れの辛さを語るところから始まるんですよ。自分と別れて君も辛いんだろうかっていうね。でこのあたりは結構失恋バラードの定番表現ではあるんですけれども、最初導入の部分でこれは別れの曲だなとわかるわけです。続いて B メロの歌詞に行きます。이별은 시간을 멈추게 하니까 別れは時間を止めるようにするからというのが直訳なんですけれども、時間を止めてしまうからという意味ですね。모든 걸 빼앗고 추억만 주니까 すべてを奪って思い出だけを与えるから 아무리 웃어보려고 안간힘 써봐도 どんなに笑おうと必死になってみても밥 먹다가도 울겠지만 ご飯を食べながらも泣くんだろうけどという感じですね。もうこの B メロの表現がもう悲しすぎて歌いながら泣いてしまう歌詞なんですよ。でこの曲のテーマは失恋なんですけれども、職業柄私にはここの歌詞が死別のニュアンスにも聞こえてきて、突然愛する人に先立たれてしまった人の感情ってきっとこうだろうなって想像するんですよね。もう別れによって自分の時間が止まってしまって大切な人との時間が全て奪われて思い出だけが残されるっていう、そんなのがねいろんな景色と重なって非常に泣けてくるポイントでございます。そしてサビの歌詞ですね。그대 오직 그대만이 君ただ君だけが내 첫사랑 내 끝사랑 僕の初恋僕の最後の恋지금부터 달라질 수 없는 한 가지 今から変わることのない一つのこと그대만이 영원한 내 사랑 君だけが永遠の僕の愛という歌詞です。シンプルな言葉で構成されているので理解しやすいですし聞き取りやすいいいサビだと思います。お互いが元気で別れた2人を想像するなら一時的にはね永遠の愛とか思ってもどうせまた新しい恋をするんだろうなみたいに思うんですけれども、
この B メロのね解釈が死別、もう永遠の別れだったっていう解釈のままサビを聞くとですね、突如言葉の重みが増して大変純粋な悲しい恋の結末として響いてくる号泣ソングになります。なんかこう聞く時の精神状態によって解釈が変わる曲なんですよね。では曲を聴いてみてください。キンボムスさんの最後の愛をカバーしました。はい、いかがでしたでしょうか。今回カラオケ音源はピアノとドラムとストリングスの音が入っております。ボムさんの原曲はね、ストリングスが非常に印象的なんですよね。なのでところどころストリングスのメロディーラインを原曲通りに再現しております。この曲はサビの頭でぐーんと音程が上がるんですけれども、このあたりの声の出し方はメロマンスさんの歌い方からヒントをいただいてですね、響きがキーンときつくなりすぎないようにミックスボイスで柔らかく出すようにしてみました。ところどころボムズさんの歌い方とメロマンスさんの歌い方を両方参考にしながら歌ってるので、なんか2人がミックスしたような感じで学びながら歌いましたね。今日 YouTube に歌ってみた動画が上がります。 YouTube の方は韓国語歌詞を動画内に表示しています。その他の外国語字幕は YouTube 字幕でお楽しみください。概要欄の質問箱からメッセージや質問、リクエストなどぜひ気軽に送ってください。日本語でも韓国語でも大丈夫です。3月のリクエスト企画、まだ数曲の余裕がありますので、リクエストがあったら送ってください。ではまた次の放送でお会いしましょう。さようなら。